おはようございます。おはようございます。今から、急にちょっと昨日の告知だったんですけれども、今回ですね、毎回、月にね、1回ね、先生術コースの皆様と練習会をしているんですけれども、ちょっとね、そこで練習会ごとにどんどん星読みテクニックが、皆さん上達していくものですから、その上達した流れの中で、ユミさんもおはようございます。その上達した流れの中でもですね、それをもうすぐに出していった方がいいんで、いつも練習会後に練習会メンバーと、ちょっと日程が合う人だけにはなっちゃうんですけど、ライブをしています。で、今回はですね、とにかく1年で一番大事な日の何らかの形で見えない世界とか、スピリチャリティ、宇宙、星、なんかこういうキーワード、心との対話、ソウルとの対話ね。こういうキーワード、私はもう大好物で大好きなわけですけど、ここにいる皆さんも。そしてなんかこういうものに少しでもピンとくるという方はですね、とにかく1年で一番大事な日は春分の日だと思っていただいて間違いありません。で、それはやっぱり宇宙のリズムとともに生きている人にとっては、1月の1日じゃなくて、太陽がお羊座に入る日が本当のスタートなんです。で、これは私も様々のマニフェステーション術とか、コーチング講座とか、現実的な、成功のクラスもやっておりますが、そこはすごく現実的な話をしますけれども、やっぱり運のいい、悪いっていうのは明らかに人の人生にあるんです。で、これをやっぱり無視しちゃダメなんですね。何か同じような状況の中でも守られる人になる。で、それはですね、本当に星の動きに合っているということなんです。だからそういう意味で、先生術はその怪しい空の話ではなくて、現実的にやっぱり幸せになりたいし、運のいい人になりたいのならば、やっぱりその流れに合った動きをしているということが大事だよ。宇宙に愛される人になるっていうのはそういうことだよというお話をいつもしておりまして、だとすると、この春分の日をきっかけに1年が始まるっていうのがまずちょうどいいリセットになります。今までそういうふうに生きてなかった人も、ぜひ今年からはそんな風に意識を持っていただけるといいと思います。で、実はこの3月の20日、春分図に大体のこれから1年の開運情報が書かれてます。で、それを綿密に受け取っていけば、1年の計画が立てれますよね。宇宙が言ってくれてるのよ。こうすると大体幸せになるよ。その通り計画を立てればいいだけなんですよ。なので、ちょっと新聞図っていうのは、とっぷりね、読んでいくっていうことが大切なんですが、それはですね、練習会なんかでやっていることなんですけど、ここでは、皆さんに少しでも簡単に、やはり、全体の内容からすると一部にはなるんですけれども、短く30分以内でお話しできることを、ちょっと今からシェアしていこうと思います。で、大事なのは、このメッセージを受け取って、次に大事なのが3月の29日です。カレンダーにチェックしてください。で、この3月の29日の、19時57分ですね、日本時間で言うと。この時間にドリームボードを作る。これができるとですね、これも私は10年間やってるんです。で、10年間これをやり始めてから、もうとにかく何もかも豊かになってます。これをやってる前、やらなかった時と、やり始めた人生って全然違うので、絶対この日のこの時間にも、本当に絶対作った方がいい、ドリームボードは。損はしないですから。紙と雑誌代ぐらいですから。と思うんですけれども、そこに何を貼ればいいのかって、好きなものを貼るわけじゃなくて、それは今年の春分図に書かれていることを反映させたものを貼るっていうのが大事なんですね。ですからやっぱりここでも結局春分図が大事ということになります。まいさんおはよう、ともこさんおはよう、ありがとう。さとみさんおはようございます。まきこさんおはよう、ゆかちゃんもおはよう、ゆみちゃんもおはよう、かおりちゃんもおはよう。ゆみさんもしてありがとうございます。皆さん。このなんかね、朝の8時の時間なんですけれども、意外に、私の知り合いは早起きさんが多くて、8時からもがっつり見れる人が多いんでですね、早い時間の方が結構見てくれる人が多いということに最近気がついてます。
美穂さんもおはようございます。オーストラリアからもありがとうございます。さあ、それではですね、ちょっとその春分図というものなんですが、まあ、詳しいね、先生術のこれはクラスじゃないんで、話はさておいて、読み方ではなくて、読んだ内容でとても大事だよっていうところを、今日はここにいらっしゃる、プロ先生術コース勉強中のプロ星読みナビゲーターの人にお話をいただこうと思います。なんかね、本当にね、皆さんすごいです。もう、私、ここまで読めるようになるのに10年かかったのに、この人たち1年ですごいなって私本当に思うんですよ。先生がいいのかもしれない。いいのかもしれないですけど、やっぱりその、ね、練習会ができるかって、私は本当にここまで読めるようになるのに、本当に時間かかったので、なんで皆さんに読んでもらった方が、すごい客観的な話もできるし、あんまり先生術まだ始めたばかりの人でも分かりやすく逆に言うとね、話をしてもらうので、最近私が話すより皆さんに話してもらう方がいいかなと思って、こうやってこう引っ張り出して話をしていただいております。ということで、早速じゃあちょっと簡単に自己紹介をしてから話してほしいんですけれども、まず今回の春分図、一番大事なのは冥王星の位置なんですよ。で、冥王星の位置って言っても、どういうことってね、まあ、先生術初心者の人が分かるようにお話をしたいので、度数です。その何度にあるのかによって先生術は全然意味が変わってくるんですよ。よく私、さそり座生まれなのとか、双子座生まれなのとか、今日は金星が、さそり座にありますよねっていう話を皆さんするんですけれども、その何度なのっていうことなんですよ。本当に大事なのは。なので、春分図では度数がすごく大事になります。で、今回のお羊座に、太陽が入る瞬間ですね。一体何度に、あるのか。これを、よいしょ。その度数からわかるね、お話をしていただこうということになります。じゃあせっかくなんで、ちょっとシェアしますが、どうぞじゃあ、かなえさん、冥王星の度数についてお話をしていただけますか？はい。皆さん、ごめんね、何回も。質問あったらどうぞ、コメントで書いてください。全部答えます。聞きたいことあったら何でも聞いてください。はい、どうぞお願いします。はい、かなえです。よろしくお願いします。冥王星はちょうどこの図の右下の方にあるんですけれども、でね、水亀座の3.2度、4度というふうに見出します。水亀座の4度で、4ハウスの終わりからほぼ5ハウスに位置しています。で、ここから読み取れることをお伝えします。目に見える結果、例えば肩書きや社会的なステータス、数字やお金といったものにとらわれて、そこに執着すると精神的ストレスで押しつぶされたり、ストップがかかるということになりそうです。そういった目に見える結果へのこだわりや執着を手放し、人を助けたり、誰かのために役に立つといった社会的な役割を果たすことにフォーカスしましょう。そうすると、結果的に後からお金がついてきたり、現実的な豊かさへもつながりそうです。NG 行動は自分の手柄をひけらかしたり、他者からの承認欲求にとらわれること。そうではなく、精神的成長を目指し、社会貢献ができる自分でありたいという理想の自分としての生き方をすることで運気は上昇します。その結果、自分のソウルの使命や喜びに向かって大きな変容を遂げられるでしょう。以上です。ありがとうございます。本当そうなんですよね。すいません。さっきも言ってたけど、シドニー今日めっちゃ寒くて、2日前38度だったのに、今日は死ぬほど寒いんで、本当にくしゃみが出ちゃうんですけど、あの、水亀座の1度から5度っていう一番最初の場所っていうのは、理想の具現化をする場所なんですよね、先生術ではね。ただそれをするにあたって、特にこの4度の位置って、なんかヨガの先生の場所って言われているぐらい、もうなんか私たちのイメージで悟りの境地じゃないですか。で、そんなこう現世的な利益とかではなく、もっと違うところに人生の目標を置いている、ちょっと崇高なイメージですよね。
やっぱりそこに向かおうとしている人に宇宙はこう応援を、それをしようとしているあなただったら、もっと運気を上げてあげましょうっていう感じなんですよね。これを見てドキッとして、私もやってないことないかしらみたいな、皆さんもちょっとね、だから一人勝ちする、もう自分だけが目立てばいいっていう計画を立ててた人は、今年はそういうドリームボードだと足元救われる。で、金井さんが言っていただいたように、NG 行動のところは、占星術ではそのちょうど向かい側が、今度は獅子座の4度っていうことになるんですけれども、そこっていうのは、有名な度数で獅子座の4度っていうのは、自分をひけらかしたい、自分を目立たせたいっていう場所なんですね。獅子座の人がそうなわけじゃないんですよ。獅子座の4度という場所は。なので、そちらが NG コードとなるということだと思います。じゃあ続いて、ゆきさん、いいですかね。海王星の場所について説明してもらっていいですか？あはい、おはようございます。ゆきです。では、海王星の場所は、28.3度、ほぼ30度、でもほぼ魚座の終わりのところに位置しています。で、この場所は、魂のサイクルが一つ閉じる場所で、思考でなく、魂、ソウルが求めるものが明確になってくることが示されています。で、より精神的な目標を持つ生き方へとシフトチェンジしていくことが起こったり、もっと精神的な豊かさや喜びを持とうとする悟りにたどり着く人も増えてくる可能性もあります。で、このようなことからも、思考的なところは、思考的なところは、終わって、ソウルが何を求めているか、ソウルとの対話を心がけて、自分だけの利益を追求するのでなく、何か貢献していく行動をとっていくと良いでしょありが以上とうございます。はい。そうですよね。で、海王星は、実はこの後、165年ぐらいで一周する海王星が、超久しぶりにですね、お羊座の0度に、実は今月の30日に戻るんですよ。だからさっき言ってた重要な29日の次の日です。これはもうめちゃめちゃ大きなことなので、また別個に動画を上げたいと思いますけれども、これから本当に十何年間続く気をつけなければいけないことを教えてくれるんですけど、その最後ギリギリのところで今回の春分図っていうことなので、その度数を話すとちょうど今本当にゆきさんが言ってくださった通りです。つまりそのソウルジャーニーのもう最後だから、さっきのヨギが悟ってるわけじゃないですか。だからなんか人間レベルのどうのこうの人間関係のなんとかとか、もう私が損してなんとかとかもそういうレベルの話なんか絶対しないじゃないですか。魚座の29度っていうのはもう悟りの仙人さんたちがやってる会話なので、そこのところに夢を叶える可能性があるので、もうソウルのジャーニーとして今世を捉えようとする感じ。なんか自分が何をこの今世にやりに来たのかっていうのがもっと精神的なものなんですよね、成長。っていうところに移っていくのではないかということですね。ありがとうございます。じゃあ、美穂さんもお願いします。はい、メルボルン在住の美穂です。よろしくお願いします。2025年春分図では天王星が牡牛座の24.15度にあります。これを25度とみなします。8ハウスに位置しています。この配置は古い価値観や日常の習慣、これまでの仕事のやり方を壊し、新たな可能性を切り開くことを促しています。特に現実的でなければならないという思い込みを手放し、柔軟な発想を受け入れることが重要です。仕事でもプライベートでも自分一人で解決しようとせず、気の合う仲間と助け合うことで運気が大きく開けます。また今年は一人勝ちではなくコミュニティの中での協力や調和が大切です。喜びや成果を分かち合うことで信頼関係が深まり、自然とサポートが集まってくるでしょう。相手の思いやりに気づき、自分も与えることで豊かなつながりが循環し始めます。2025年は壊すことで再生し、仲間と協力しながらつながりを深めることで幸運を引き寄せる年です。
うん人と調和すること、心地よい人間関係を築くことが開運につながります。以上です。ありがとうございます。お牛じゃない、天王星もですね、実はこの後、もう何回も出してますが、7月に、これも84年で一周するわけですから、すごい久しぶりに双子座。で、ちょっとこれはあんまりネガティブな情報になるので、あんまり何回も言いたくないんで、あとは詳しくまた YouTube 動画を見てくださいですけど、お牛座の双子座時期っていうのは日本にとっては負の歴史と言われている時期に戻ってくるわけですからね。だから気をつけなきゃいけないっていうのもあるんですけど、ここではまだお牛座で春分を迎えますが、美穂さんが言ってくれた通り、お牛座の24.15で今回起こりますけど、すごく誰でもこれはちょっと分かりやすいんでシェアすると、この度数は公共の公園の場所って先生術で言われてるんですよ。で、これって私たち先生術やってない人も、公園って何？公共の公園のイメージを持って生きるのが今年いいのよって、公園ってそうか、一人じゃなくてみんなが集う場所だとか、公園ってみんなで使う場所だとか、みんなの税金でコミュニティで作る場所だとか、みんなが協力し合って、そしてしかできない場所。でも一人で作る場所じゃなくてみんなで作った場所だからもっと素晴らしいものができるし、そこでみんなが憩いの場所として交流をしたりできるっていうすごい典型的な場所なんですよね。だから今年はそこに開運のエネルギーがあるよということなので、美穂さんがお話してくれたようになるかと思います。で、もうちょっと話をしますとですね、ちょっと今日ね、急に来れるはずだった人が来れなくなった人もいるので、ちょっとそこで話してもらうはずだったところを私が話すと、春分図はアセンダントって大事ですね。ここのことなんですけど、いわゆるお羊座に太陽が入った瞬間の地平線上に何の星座があるのか。これが天秤座なんです。で、この間あったお牛座の、お牛座じゃない、乙女座の満月がものすごい月食でしたね。もうなんかまだ余韻が残ってる真っ赤っかの満月でしたけれども、そのエネルギーを一番受けるのも天秤座でした。で、この、天秤座ということで、もう一つは、ここですね、10ハウスの入り口を MC っていうんですけど、これがどこであるかっていうのも1年、こんな年だよっていうのを示してるんです。だから春分図のアセンダントと MC っていうのはすごく重要な1年を示してるんですけど、蟹座と天秤座といえば、もう2大、先生術をやってる人にとっては2大、優しい調和にあふれた、人に対する愛にあふれたサインなんですよ。なんか分かりますよね。大体みんな蟹座ってもう本当に優しいです。仲間を守ろうとする。なんか自分よりはみんなが幸せであることが楽しい。家族の笑顔が幸せとか、天秤座もそうですね。だからちょうど3人が言ってくれたトランスサタニアン3つの度数と、このアセンダントと MC までも同じところを意味してる。公共の公園みたいな。これは偶然じゃないんだなっていう感じですね。で、天秤座のルーラーって言って、天秤座を支配しているサイン、天体は金星なんですね。で、それはどこにあるかっていうと、7ハウス。やっぱり人とのつながりを表す場所なんですよ。こうやって全部同じところに戻っていく。じゃあ、蟹座のルーラー、蟹座の支配星は月なんですけど、月がどこにあるかって見るんですね、先生図だと。そうすると3ハウスでいて座なんですよ。サンハウスって人とコミュニケーションする場所なんですけど、いて座っていうのは一番おおらかで寛容なサインです。すごく寛容に人とコミュニケーションする。人の悪口とか、人への妬みとか嫉妬とか、あいつを蹴落としてやるとか、競争してやろうとか、もう全然ないわけです。なんかやっぱりここでも公共の公園で、みんなこの公園があるから楽しめるよねっていう安心の場所みたいな、そういう感じをすごく示していて、この金星と、この金星と水星がくっついてるんですけど、月もトラインって言って、すごい調和的なエネルギーですので、なんかね、全部同じところをコンファームしてますし、海王星、ドラゴンヘッド、土星、セレス、全部6ハウスで魚座。で、こうなるとまた魚座っていうのは、一番人の役に立つことが大好きなサインです。だからなんかここで出た、もうお牛座、蟹座、天秤座、ね、違う、魚座
蟹座、天秤座、全部本当優しいサインです。だから優しい人が報われます。なのでなんかここにいる皆さんもそうなんですけど、多分これを見ている方、なんか私のかかる人は大体みんなそうで、こうちょっと優しすぎて損してないとかいう人のためばっかりにっていう人すごい多いんですけど、これ見てよかったなって、こういう人たちが多分報われていくので、皆さんそのままでいいですよ。なんかいろいろと言われる、外からはいろいろ言われるかもしれないけれども、焦らずにそのこう優しい皆さんのままで、魂のジャーニーでも精神的な成長を目指しているままで大丈夫です。ただしやっぱり表現や行動っていうのを起こしていくことで、その皆さんの存在っていうのは外に見えていきますから、そのそうじゃないあなたになって頑張りすぎる必要はなくて、そのまんまのあなたでそのまんま外に出ていけばいいですよっていう流れではないかと思います。どうでしょうか。他の皆さんにも、かなえさん、改めて春分図見て何か思いはありますか？はい。やっぱりこう、なんか世間の風潮というか、社会的な評価とか、お金とか、フォロワーの数とか、いろいろこう評価軸ってあると思うんですけれども、どちらかというとそういったものに、自分もちょっと意識が引っ張られる時があったなって思うのですが、ここでそういうこと、目に見えることではなくて、精神的な成長とか、人の役に立ちたいとかっていう純粋な、その魂の使命っていうものに従っていくと、結果的にそれが、上昇につながるっていうメッセージは、自分にとってもすごく勇気になるなと思って、はい、嬉しく受け取りました。そうですよね。ザ・魚座のかなえさんですもんね。美穂さんどうですか？今、水星逆行中で、その水星のちょうど反対側にあるエコーが今ポジションを取ってるんですけれども、エコーも心の声は調和を求めているのかなと、この春分図から感じました。本当その通りですね。エコーと水星って先生実はセットですけど、この春分図でちょうど真向かいにいる。なんかその、ね、心のあなたが言っていることと、この人間のあなたが言っていることの間で、ちゃんとやっぱり心の声も、しんどいって言ってない、それ本当に私そういうふうにしたいわけじゃないのよって言ってないって、こうちょっと本音とね、それこそソウルとの対話っていうのが、そう、ソウルです。ソウルのね、形。自分のマカバとの対話っていうのが大事な時期なのかもしれないですね。ゆきさんどうですか？はい。外にね、比較的、金井さんのお話もあったように、引っ張られることってすごくあるなと思うんですけれども、自分の内側の対話を増やすことで、今がすごくこう、優しく流れることができているというか、優しい流れに乗れる自分がいるなっていうことにすごく喜びを感じています。それは素晴らしいですね。私もそうですけど、皆さんが言ってた通り、やっぱり今も SNS 時代でいろんなこう見えちゃうから、他の人が何をこうやってるのかって見たくなくても。ね。で、そうするとやっぱりやっているものがそこに見えているから、みんななんかすごい頑張ってるように見えちゃうんですよね。当然なんですよね。それって罠なわけですけど、そしてやっぱり焦るし、しんどくなるし、なんか自分らしくない自分のエゴをわざわざ振り起こして、本当はそうでもない人までも、それですごくしんどくなったりするんだけど、いや、大丈夫、あなたらしくあなたのままでいて、あなたのままで表現していっても、そういう人にご褒美が来るから、それで損をするんじゃなくて、今年は、それで得もしますから。大丈夫よって、だからそういうものがね、ドリームボードに今年はいっぱい貼られていくことが大事。で、ドリームボードのお茶会でもお話ししますけど、ドリームボードって単純に貼るのじゃなくて、やっぱりこう分けて、で、7方向っていうのがすごい大事なので、7方向に分けて作っていく、そのうちのこう一つをね、今言ったその精神的なものを反映させていくって意識の場所を持ってるかどうかっていうことなんです。もうその宝くじが当たることばっかりとかじゃなくって、
この人を助けてあげることによって、この人が人を助けるんだなって宇宙がやっぱり思う人を助けていくということなんじゃないかなと思いますけど、本当にここにいる皆さんは多分そういう人たちなので、なんか報われていくんじゃないかと思います。たくさんコメントもありがとうございます。由美子さんも、ゆきさんも仕事開始まで、はい、ぜひ視聴してください。聖子さんもありがとうございます。じゃあ、最後にですね、セプタグラムの1枚引きいたしましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。では、1枚何が出るか。おお隠す必要はないんですけど。ファイスパイラルです。どなたか、ちょっと考える時間をということで、コメント読んでる間に考えてください。ドリームボードを初めて作ることには、7方向、どんな区分でそういうことを全部ですね、今度のお茶会で徹底的な作り方、あるんですよ。適当に貼るんじゃなくて、夢が叶うやり方を全部お教えしますので、ぜひ、20日のね、お茶会に参加していただけるといいと思います。さあ、どうでしょうか。ファイスパイラルからのメッセージを。はい、金井さんお願いします。はい。見えない世界とか、精神的なものとか、そういうものの成長を信じれば、目に見えるものも、拡大しているって、後から拡大してたっていうことに気づけるはずなので、今はそこで焦らないで、成長を楽しんで進んでいってくださいというメッセージを受け取りました。素晴らしい。本当にそんなエネルギー。他にもいますか、付け足し。じゃあ、美穂さん。はい、このファイスパイラルを見て、やはり私たちの周りには美しいものが溢れている。で、パッと今浮かんだのが、葉っぱもこう成長していくときに重なり合わないで、ちゃんとこうみんなに太陽が当たるように葉っぱがこう開いていって、だから自分一人だけじゃなくて、他の葉っぱにもこう太陽の光が当たるように、みんなで成長していきましょうっていうようなメッセージを受け取りました。そうなんですよね。私もね、私、私も数学が大好きでっていうのもあるんですけど、これをオンラインショップのロゴにしているぐらい、ファイスパイラルっていう形がもう大好きなんですよ。なんかこれを見てるだけで幸せになれて、本当美しいですよね。数字って美しいなって思うんです。こうやって1たす1が2になって、2たす1が3になって、3たす2が5になって、5たす3が8になるっていうこれ。で、こうやって必ず最初はこうちっちゃな一歩でもぐわーっと広がっていくんですけど、これを私たちは一生懸命やろうとするけど、美穂さんが言ったみたいに、水皮術の新世紀科学のクラスでも教えることなんですけど、自然の葉っぱってちゃんと1枚目の葉っぱがこうね、上から見ると出ると、次の葉っぱってこうならないで、こうなったらほら、この葉っぱがもう光合成できないじゃないですか。ちゃんとずらしてこう入るんですよ。素晴らしい愛ですよね。で、3枚目が今度こうなるわけです。こういうふうに。だから葉っぱって上から見ると、全部の葉っぱが光が得るように、ちゃんとみんな重ならないように、もう自然界の愛、これがちょうど今3人が言ってくれた、あのね、全員が光を浴びないとこの一本の木は育たないっていう、自分だけが光を得ようとするんだったら結局枯れてしまうのよっていう、地球も同じことですよね。独り勝ちしようとする人ばっかりになったら多分地球は最終的にみんながお互い争って終わってしまうっていう、これを自然界はもう知ってるんで、人間よりももう偉いですよね、本当にね。だからなんかファイスパイラルが出て、なるほどと思いました。だから大丈夫です。皆さんもこう重ならないようにこう葉っぱを、でもやっぱり葉っぱを出す、光をもらうんですけれどもね。で、安心して出せば次はちょっとこう重ならないようにまた次が出てくれますから。ということだと思います。ゆきさん、なんか付け足しありますか？はい。今日ね、春分図を見てのメッセージを送ってきた、このメッセージにぴったりな、カードが出たなと思っています。本当です。だからで、春分図のこうメッセージを受け取って、それを行動していくことでもう本当に拡大していくんだなっていうふうに受け取りました。ということで、今これを偶然のように見ている皆さん、すべて素敵なドリームボードをね、作ってね、いただけるといいかと思います。
さあ、それでは、この後ですね、まだまだ、その春分の後に、さっき言った29日というとても大事な日があって、もう本当その時間にね、作ると一番いいんですけど、今年は作れますよね。なんかたまに一番作った方がいい時間が夜中の2時とかで、夜中の2時に起き出してきてドリームボード作るのはちょっと怖すぎるから、やめましょうって言うんですけど、この時間はもうね、夕ご飯食べ終わってちょうどいい時間じゃないですか。だからもう今年はぜひ皆さんね、いい感じで作っていただきたいですし、この後、海王星がお羊座に入るっていうのは165年ぶりのお羊座入り。これもすごく大事ですし、実はこの後、リリス、ブラックムーンがさそり座に入るといって、これもう年末まで続く。これがまた今日言ったメッセージと重なるんですね。そのブラックムーンというのは人生を止めてしまう NG 行動を意味しているので、何が NG 行動かっていうのを星座別に見ることができるんですけど、それもまた後日ですね、動画の方で YouTube の動画の方で上げていきますので、それも無料で皆さん見れるので、ぜひ見てください。ということで、最後までお付き合いありがとうございました。赤堀さんも周りの声に引っ張られず、ソウルとの対話を大切に、みんなに光が当たる世界。愛がいっぱいで素敵ですね。そうですね。本当みんなに光が当たる世界。いいですね。葉っぱのイメージでいきましょう。ということで、素敵な、ちょっともうゆかちゃんからも。ありがとう、ゆかちゃん。まきさん、皆さんありがとう。大切なことを教えてもらいました。ありがとうございます。ゆうこさんから、古川さん、おはようございます。ライブ見れてよかったです。ありがとう。コメント書いていただいてありがとうございます。皆さんのその愛がまた嬉しいです。まいちゃんもありがとう。優しさの気持ちを忘れずに。はい。もう皆さんは大丈夫だと思います。私は本当に今、人生でこんな優しい人たちばかりに囲まれてて、もう本当にありがとうって毎朝、宇宙にありがとうしてるんですよ。私が持っている一番大事なものはもう今人間関係だなと思ってて、すごい感謝しております。ありがとうございます。ユミさんもありがとうございます。もうユミさんのやってるお仕事なんかがまさにだから、今年ガンといきます。心と体のソウルの声をちゃんと聞いて体をいたわってあげるとかいうのが、まさにこのトランスサタニアのね、度数でした。東幸さんもありがとうございます。日本でね、皆さんお仕事もされながら見ていただいてありがとう。素敵なメッセージいただくライブでした。ユミさん、ありがとうございます。ということで、まきこさんもどうもありがとう。朝から優しい気持ちになりました。私もです。皆さんのコメントありがとうございます。なんかいっぱいハートマーク。すごい、すごい。愛ですね。ゆきさん、そうですね。なんか単純かもしれないんですけど、でもやっぱり結局、愛が一番強いものだということを、なんか久しぶりに、ごめんね、なかなか終わらないんですけど、もう言いたいことが次から次が出ちゃって。いや、でも本当に愛ですねって書いてくれて、皆さんも思いません？なんかね、ずっと前、愛大事だよねって思ってた私もいるんですけど、もうこの昨今、あまりにも SNS とかでみんながバーって忙しくて、ちょっとだいぶ足元すくわれてたなって私思うんですよ。なんかそのことにすごい必死になんかいっぱいなりすぎてて、言い訳はしてるんですよ。みんなのためにも私がもっと頑張らなきゃとか、結果残さなきゃとか思ってたけど、やっぱりちょっと大事なものって何ってもう一回なると、そんなの誰も頼んでないのに勝手に頑張ってるだけで、やっぱり愛の力が一番強いんだなと思ったら、そこにずっとフォーカスしてればきっと大丈夫。あの時の自分にちょっともう一回戻ろうって今思ってます。まゆみちゃんもおはようございます。今ライブに気づきました。昨日急にね、告知したもんで、ギリギリだったんで、すいません。ありがとうございます。オーストラリアではクイーンズランドの皆さんも、またね、パースでもとか、その嵐の影響をたくさん受けて、イタリアとかもそうですね。イタリアは私は年に3回行ってた場所なので、フィレンツェの状況とか見ると、綺麗な街があって、心が痛むんですけど、なんかちょっとそういうものに対してもできることも、企画、だからこれを見てしたいなと思ってます。何かのドネーション企画みたいなですね。また発表させていただきます。さあ、では、終わります。なんかずっと喋っていたいんですけれども、ここで終わりますね。素敵な一日をスタートさせてください。